は山ほど、北海道は課題先進地だみたいなことをよく揶揄的に言ったりもしますが、まず単純に寒い例えば札幌市でいうと除雪費が確か2025年予算は260億ぐらい、とてつもない金額を除雪に費やしている。それから土地が広いっていうのは良さでもありますけれども、今だと2024年問題ということで物流非常に問題になってますけども、本当も近い将来農作物を輸送できないぐらい逼迫した問題になっていたりとか、あとは離婚率が高い。これって結局歴史が浅くって家柄とかにあまり縛られないので自由意志で割とくっついたり別れたりできるんですけど、自由に別れられちゃうとやっぱり離婚率上がっていく。結果的にそこが別れた後、女性はやっぱり一般で正規雇用がなかなか難しくってパートタイムとかになっちゃって経済的に困窮して、その下にいる子供がなかなか新ママだと養育費もかけられない、塾にも行けない、そういった子たちがまた大きくなってもなかなかそこから抜けられないみたいな感じの負のスパイラルがあるので。大学は経済学部で環境経済学みたいな、当時だと京都議定書の2000年ぐらいが私大学の頃だったので、どうやって CO2 減らすかみたいな話だったりとか、そういった周りのことを一応大学では勉強してましたが、それはそんなに今は生きてないですが、でも普通に大学出て普通の地元の中小に入って1年しないうちにこれじゃないなって思って辞めて、で、たまたまちょっと親のコネとかをうまく使って、いわゆる民間系のシンクタンクに入れさせていただいて、いわゆる北海道のシンクタンクだったので、基本的にクライアントはほぼ北海道内の自治体、179市町村あるのをこの10年間のうちに全て回ったっていうのが結構、なかなか北海道の人でもいない179市町村全部行ってる人って。知り尽くしていることはないですけれども、基本的に行政のお仕事って大体その課題にまずは一旦向き合ってどうするかってところから始まるものが多いので、本当に多面的にさまざまな課題について向き合うことが多かったですね。仕事として普段からそういうことをさせていただいてました。私の原点は多分そうやって北海道中回っていろんな事業を一緒にしたりした仲間がやっぱり全道一円にいるので、その仲間の顔が見えるから北海道のためにとか、その仲間たちが楽しく地域で暮らせるように、どうやったら良くなるかなみたいなことがやっぱり原点ですね。今もずっとそういう感じです。ものすごく多いですよね。まず単純に寒い冬の問題は本当に大きくって、例えば札幌市でいうと除雪費が確か2025年予算は260億ぐらい、とてつもない金額を除雪に費やしている。でもそれが結局土木建設業の方々冬場仕事ないからそれのセーフティーネットになったりもしていて、なかなかいろんな複雑な絡み合っている問題があるんですけど、冬の問題多分にある。それから土地が広いっていうのは良さでもありますけれども、やっぱり移動とか街を効率的に回すという意味ではすごく難しい問題があって、お店を置くにしてもある程度の人口規模がないとなかなか置けなかったり、今だと2024年問題ということで物流非常に問題になってますけども、本当も近い将来農作物を輸送できないぐらい逼迫した問題になっていたりとか、土地が広いことはすごく問題だなっていうのもありますし、あとはこれもちょっと良さもあるのもあるんですけど、離婚率が高い。これって結局歴史が浅くって家柄とかにあまり縛られないので自由意志で割とくっついたり別れたりできるんですけど、自由に別れられちゃうとやっぱり離婚率上がっていく。で、離婚率が上がること自体は私は全然悪いことだと思ってない。別れたいなら別れられた方が絶対いいなと思うんですが、結果的にそこが別れた後、女性はやっぱり一般で正規雇用がなかなか難しくってパートタイムとかになっちゃって経済的に困窮して、その下にいる子供がなかなか新ママだと養育費もかけられない、塾にも行けない、そういった子たちがまた大きくなってもなかなかそこから抜けられないみたいな感じの負のスパイラルがあるので、本当にもう様々課題は山ほど、北海道は課題先進地だみたいなことをよく揶揄的に言ったりもしますが、本当に解決していかなきゃいけない問題は山ほどありますね。いやもう全然減り続けてます。圧倒的に減り続けてますし、分かりやすいのは北海道中から札幌に若い人が集まって高齢者も集まってくるんですけど、で、札幌の優秀な、特に理工学系の
若い子たちがみんな外に出ていきますと、そうなるとどんどんこういい人材は東京に行っちゃって帰ってこない。で、地方はどんどん人が減っていく。で、札幌も最近、人口減に転じてたんですけど、それまで結構上がってたんですけど、上がった理由も大体高齢者なんですよね。札幌には高齢者が増えていて、やっぱり地方だとやっぱり雪が大変で移動も大変で車持ってないと暮らしづらいので、札幌のロードヒーティングがちゃんと効いている街中であればマンション暮らしでも行けるだろうみたいなことで高齢者が増えてたっていうのもあって、構造的にもうどんどんと人は減っている。もちろん地域的にすごくうまくやって人を増やしているエリアもあるんですけども、全体的に見るともう、どこもそうですけど都心部にどんどん一極集中しているっていう状況はありますね。はい、そもそもやっぱり単価も低いですし、資本は東京に集中しているので、東京の仕事を引っ張ってこれるかどうかが結構、ちゃんと稼げるかどうかの大事なところだったりしますんで、なかなかやっぱり地域密着型でやっている事業やっている方々はもちろんうまくやったりところももちろんありますけど、全体的に経済力が低いっていうのが率直に言ってありますと。で今はもう全国どこも人が足りない状況なので北海道だけということではないですが、ご多分に漏れず北海道もとにかく人材は不足している、特に IT 人材だったり、高度人材は本当にいないっていう状況なので、どういうふうにそういった人材にちゃんとしたお仕事を持ってもらって居ついてもらうかというのはもう大問題ですよね。環境は住環境は多分、その冬の問題はもちろんあるんですけど、若い方だったら結構慣れれば大丈夫かなと思うんで、住環境よりやっぱりどうやってちゃんと生きていくだけの収入を得るか。一回東京に出ちゃうと東京の基準からかなりガクンと下がるので、そこを飲み込めるかどうかっていうのは非常に大きなターニングポイントで、戻ってきてる方々の多くはやっぱり家族の事情みたいなものがかなり多いなっていう印象ですね。はい。今データセンターみたいなものはものすごく寒冷地の方が向いているので、最近だと AI 関係のデータセンターも札幌というか石狩とか苫小牧とかそういったところに作ろうっていう動きはありますね。ラピダスはそういう意味ではすごく期待をしていて、いろいろと難しい部分ももちろんあるとは思ってはいるんですが、あれがうまくいくと、かなり高度人材が札幌というか千歳近郊に流入してきて、そこに周辺にたくさんの産業が生まれるので、今かなり熊本は大変いい意味でも悪い意味でも活況を呈してますけど、そういうものに多分、北海道もなっていくだろうなと思っていて、そこはすごくポジティブには捉えたいなと思ってます。はい、ラピダスとかはどちらかというと政策的な動きが多分にあるので、ノーマップスがっていうところはほとんどなくって、国策だったりとか、道とか札幌市の強い動きの中で推進をしているものだったりはするんですけども、ただそういった動きをより多くの方々に理解してもらう場としてもノーマップスがすごく機能していると思いますし、さまざま周辺産業をアップデートしていく上ではやっぱりいろんなジャンルの方々が混ざっていく場の方が多分必要で、そこがセットになっていくときっと北海道面白いねとか新しいビジネス生まれてるねっていうふうにはなっていくと思うので、我々はどちらかというとその政策的な大きな動きの横でそこの周りをちゃんともっともっと注目してもらえるように面白いものを起こしていくみたいなことが大事なのかなっていうふうに思ってますけどね。調整力でずっと生きてきた人間なので何かあった時にどういうふうにうまくそこになじませていくかとかリスクヘッジするかみたいなのは割とやってきているかなというふうに思いますね。やっぱり国内がもうどう考えても人口はもうひたすら右肩下がりになるので、産業をいわゆるマーケットとして考えるともう国内はもうただただパイの奪い合いで、パイはただただちっちゃくなっていくだけなので、どうやってグローバルに目を向けて、北海道の価値、北海道だけじゃなくて日本の価値だったりとか生み出している価値をより広く海外の方も含めて展開していくかっていう視点は多分これは別に北海道に限らずどこも必要だなと思っていて、その中でやっぱり北海道って国内でもすごくポテンシャルのあるエリアだなというふうに思っているので、純粋にインバウンドで見てもらうっていう場としてもいいですし、食の宝庫でもありますし、特にアジア圏ではやっぱり北海道の知名度高いので、そういう北海道が今持っている利点をちゃんと海外に向けて発信していく、輸出していくみたいなことも含めてやっていきたいですよね。やっていく場としてうちもちゃんと機能させたいなっていうのはありますね。うちのボスでいるクリフトの伊藤さんは常に言っているのは、人間誰もクリエイターだよねっていう。で、個人がクリエイトしていくっていうことを
常に、求めてるし、その環境をどうやって作るかを真剣に考えている。で、ノーマップスもやっぱりその思想で、なんか個々人がやりたいことをちゃんと自分なりに考えてやれるっていう場所を作っていくっていう、その創造性の発露をどうやってこう環境として作っていくかっていうのはすごくあって、それは別に伊藤とすごくこうそこをすり合わせてノーマップスを作ってはいないんですけども、普段から伊藤が話していることとかは、なんか自分の中にもスッと入ってますし、札幌でいうと、ユネスコの総合都市ネットワークっていう、グローバルのネットワークの中でメディアアーツ都市っていう認定をもらってるんですが、メディアアーツ都市って何かっていうと、札幌的に言うと都市空間のメディア化みたいな言い方をしてて、街をメディアに変えていこうみたいな文脈でメディアアーツしてるんですね。でその時に必要になってやっぱり個々人が自分のクリエイティビティを発揮して、その街全体いろんなところで自分が作ったものを発信していく、それでなんかこう何か社会に変化を起こしていくみたいなことだっていうふうに言って登録していて、その思想をうちは結構受け継いでいる。伊藤もそのメディアアーツ都市の制定の時にかなり関わっていて、なので創造都市みたいな文脈がものすごく、うちの事業全体に息づいているなというふうには思いながらやってますね。はい、なんかそのやっぱり誰もが自由に作れるみたいなところが、すごくこう、伊藤さんの中にもやっぱりありますし、私もこのノーマップスはそういうものだと思っていて、街ってそういうものであってほしいと、何かやりたいって時にできるっていうのが、なんかその集合体が街であってほしいなと思っていて、すごくこう自分事としてなんかこう自分の街のためにとか自分のためにでもいいですけど、なんか動くみたいなことができる、そのためのなんか装置を作るみたいなのがすごくこう、共感してなんかやってるんだろうなって自分も思ってやってるんですけど、私は結構ノーマップス自治だと思ってるので、街づくり自治ですね、はい、自分たちで自分たちの街を良くするっていうことのなんかこうやり方でイベントをやっている、やりたいことをみんながやることの集合体が街になってるみたいな、そういうスタンスなので、クリプトンが初音ミク通してやっている世界観っていうのはものすごくこう、共感する、オタクだからとかっていうことではなく、表現ってそもそも自由だよねと、誰も何かも制限されずにやっていいことだよね、やっていいっていうことがすごく大事だなっていうふうに思っているし、そういう街でありたいなっていう思ってノーマップスをやってるっていう感じですかね。はい、もちろんその資本みたいなものも大事だし、そうは言ってもやっぱりこう思想とか意思みたいなものがやっぱ大事なので、なんかそこのなんだろうな、意思の方をなくすとなんか生きるのつまんなくなるじゃないですか。やっぱりみんな一人一人がなんかどう生きるかに向き合って、どうせ生きるんだったらなんか楽しくとか意味のあることにっていうふうに向かう、そのなんか意思の塊を作りたいなと思っていて、そのどう生きるかはそれぞれ人それぞれでいいので全然違うベクトルでいいと思うんですけど、なんかそこがちゃんとぶつからずにっていうのも、ぶつからずって結構難しいんですけど、みんなそれぞれ金子見せじゃないですけど、みんな違ってみんないいの精神で、ちゃんと自分の向かってるベクトルに足を踏み出せる、そのためになんかどういう場が必要かとかどういう街が必要かみたいなところを遠くにイメージしながら、そのためのイベントをやってるっていう感じですかね。全てがうまくいくものでもないとは思いますが、そういうふうに、一つでも課題先進地だからこそちゃんと向き合って目の前にある課題を何とかしようっていう、熱を起こしていく、課題意識持つってすごい大事、危機感持つって大事なので、それはもう本当ゆでガエルにならずに常に向き合いながら一歩ずつクリアしていくっていう、もがき続けるみたいなところも含めて、やっていきたいですし、そこから何か一つでもその他の地域になんかプラスになるような動きが作れるのであれば、そういう事例を増やしたいなっていうのはあるので、それは我々はイベントなので、そのイベントで何かできることはすごく少ないんですけど、イベントの中で起こった何かの化学反応とかが結果的にそういうところで新しい動きを作っていくとは思っているので、そこに向けていろいろといい掛け合わせをしたいなっていうふうには思いますね。はい、間違いなくノーマップスを始めた当初に比べると、やりたいとかやろうっていう子が、子がっていう言い方はあれですけど、人たちが自分たちの周り以外も含めてすごく増えている印象はあって、ポジティブに変化しているなとも思っていますし、なんかもう常にありがたいなって
我々はもうなんかそういう方々に支えられてイベントが大きくなっているので、すごく本当になんかノーマスを支えてほしいと思ってるわけじゃないですけど、プレイヤーが増えていってることはすごくいいことだなというふうに思います。でなんかそういうのがやっぱり魅力的な地域に見えて、だったらなんか北海道で仕事しようかなとか、2拠点しようかなとか移住しようかなっていう動きが、実際にいっぱい起こっていて、移住してきてる人たくさんいらっしゃるので、そういうなんかこう動きになっていることはイベントもそこに寄与してると思ってすごく嬉しいなと思ってますね。はい、やっぱりなんかこう本当そこは切実で、でもだからこそ変えなきゃとか動かなきゃって思っている方は本当に全国に多いなと思っていて、でやっぱりそういった地域の方々がうちに来ると、こういうことをうちの地域でもやりたいっていうのが本当多く発生するんですよね。今も何件かノーマップスみたいなことをやりたいと思ってるから連携させてくださいみたいな声が何回か入ってて、そういうなんかこう同志というか、別にノーマップスはノーマップスですみたいな感じじゃなくて全然よくって、なんか同じようなベクトルで本当もうなんか未来に向かって一緒になってこう地域盛り上げていこうっていう全国のなんかこう仲間がいるのってすごく心強いですし、そういう仲間がいるからこそなんか新しい価値が生み出せるものもたくさんあるので、それはすごくこう励みにはしてますよね、こちらも。はい。もともと30年は絶対続けなきゃと思って始めてまだ10年なんで、道は全然先なんですけど、やっぱりなんかこう動かしているうちにどんどん変化していくし、それ以上のスピードで結構時代が変化しているなっていうふうに思っていて、なんか常に時代を見たりとか、なんかこういろんな方々と話をする中でその時その時に必要だったりするものとか、チャレンジできることを用意してあげたり、自分たちもそういうことをしていくっていうことが、なんかこう少しでもこう先につながっていると思っていて、本当ほっとくとねただただ自利品なのは間違いないので、座して死を待つ意味はないなと思うので、そこは結果どうなるかよりもまずはそこになんか良くするために動くっていうところをできるだけ自分たちもそれを見せたいですし、そういうことをやってる人たちがたくさんいるので、それをより多くの人たちに知ってもらう場にしたいなっていうのは思ってますね。はいはい、今回今治大学さんと一緒になって学生向けのコンテンツとかちょっと作るのをすごく楽しみにはしているので、我々もノーマップススチューデンツというところで学生をいろいろ巻き込んで新しい刺激を起こしていきたいっていうふうにはずっと思っていて、いろいろとこれまで展開してきましたけど、よりいろんな形でそこに新しい刺激を与えることができるんじゃないかというふうに思っているので、ぜひ楽しいものを意味のあるものを作っていけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。